私は小川由香36歳。会社員の夫と保育園の子がいる主婦。私の実家で母と同居しています。由香、綾乃。大村綾乃は幼馴染で同級生。独身で実家暮らし。ねえ、お子さんどこの幼稚園？お受験しないの？うちは保育園なの。私パートしてるし、受験もしないわ。ああ、そうよね。ゆかの旦那じゃ仕方ないか。うちの姉の子は有名私立に通ってるわよ。やっぱり親のレベルで子供に差がついちゃうわよね。またか。もちろん私も子供が生まれたらお受験させるわ。実は私ね、結婚が決まったの。今日もこれからデートなの。そうなんだ。おめでとう。一流大卒で大手企業のエリートで次男。やっと私にふさわしい相手が見つかったわ。今ね、いろいろ決めてるとこなの。結婚式は一流ホテルか海外もいいわよね。新婚旅行は海外を回るの。新居は新築一戸建てかタワマンかいろいろ迷っちゃって。ゆかは超地味婚だったものね。私は妥協しなくて本当に良かったわ。式には招待してあげるから来てね。じゃあね。相変わらずだな。ただいま。おかえりなさい。今日ね、綾乃ちゃんのお母さんから聞いたんだけど、綾乃ちゃん結婚が決まったんだって。そうみたいね。私もさっき綾乃に会って聞いたわ。綾乃ちゃんのお姉さんの紹介でいい縁談みたいね。綾乃ちゃん結婚遅かったからお母さん本当に喜んでたわ。2年前にお父さんが亡くなって綾乃ちゃんと2人暮らしだったでしょ。綾乃ちゃんが結婚したらお姉さん夫婦の家で同居するそうよ。今の家は人に貸すか売るかもしれないって。ずっとご近所さんだったのに引っ越すと寂しくなるわね。そうね。涼子さんの紹介か。やっぱりね。私と綾乃は小中高と同じ学校の腐れ縁で、私は彼女が苦手でした。綾乃には涼子さんという4歳年上のお姉さんがいます。涼子さんは優秀で美人だと近所や学校でも評判で、国立大を卒業、大手企業に就職、社内結婚して裕福な生活をしていました。綾乃は子供の頃からお姉さんが自慢で、自分も同じようにできると思い込んでいました。私のお姉ちゃん、英語の弁論大会とかいろいろ賞もらってるし、ずっと生徒会もやってきたの。進学校をトップで卒業して国立大に通ってるの。美人だからよくモデルとかスカウトもされるのよ。私もいつもクラス委員とかやってきたし、読書感想文とか賞ももらったことあるの。もちろん私もお姉ちゃんと同じ高校や大学行くわ。へえ、すごいね。涼子先輩はすごい人だし綺麗だけど、綾乃はそうでもないよね。お姉ちゃんの劣化版よね。賞とかもらったのもお姉さんにいろいろ教えてもらったからでしょ？ねえ、真似して自慢ばかりでうざいよね。あいつ嫌い。私も。綾乃の態度はみんなから惹かれ、親しい友達もいませんでした。ゆか私またクラス委員になっちゃった。ゆか手伝ってね。友達でしょ？委員など目立つことをやりたがるが人任せで。それと課題移させて。でも自分でやらなきゃ。だってお姉ちゃん大学の寮に入ってるから教えてもらえないんだもの。いいでしょ？移しておいてね。よろしく。気の弱い私は断ることができず、何かと押し付けられてきました。
綾乃はお姉さんと同じ高校に入りましたが、成績は下位クラスで。私、女子大に行くの。結婚したら専業主婦になるし、女子大の方が私には向いてるわ。ゆかは短大でしょ？なんか差をつけちゃってごめんね。私は短大で十分だから。それに、ようやく離れられて嬉しいわ。私は短大を卒業後、地元で就職。綾乃との付き合いも切れていました。しかし、高校を卒業して5年後、綾乃が中途採用で私が働く会社に入社してきたのです。大村綾乃です。よろしくお願いします。あれ？ゆか？ここで働いてたんだ。知り合いかね？はい、幼馴染で。それじゃあちょうどいい。いろいろ教えてやってくれるかな？ちょっと来て。実は彼女、取引先の親会社からの紹介なんだ。親会社でお姉さんが働いているらしくてね。彼女の就職先が決まらず、お姉さんがあちこち相談してうちに回ってきたんだよ。まあ結婚までの腰掛けだろう。多少のことには目をつぶってうまくやってくれ。涼子さんのコネ入社か。もう関わりたくなかったのに。ちゃんと仕事してくれるといいけど。綾乃の仕事ぶりはどう？終わった？無理。残りはゆかやっといて。就業時間だし、もう帰るね。これからお見合いパーティーなの。じゃ、あとよろしくね。まさに腰掛けでした。その後も仕事より婚活が優先で、今日は医者や一流企業のエリートとお見合い合コンなの。ゆかも少しは頑張ったら？ぐずぐずしてると生き遅れるよ。じゃ、お先。早く寿退社してくれた方がありがたいけどね。涼子さんの紹介のお見合いもしていたようでしたが、なかなか結婚は決まらず、結局私が先に寿退社することになりました。結婚？相手はどんな人？新居は？結婚式は？新婚旅行は？普通の会社員よ。私は一人っ子で父が亡くなって母一人でしょ。私の実家で母と同居してくれることになったの。式は身内だけで旅行は考えてないわ。そういうことにお金はかけず、将来のために貯金したいの。なにそれ？しょぼい男。お姉ちゃんの旦那さんは大手企業のエリートよ。新居は一戸建ての注文住宅を一括払いで、結婚式は有名ホテルだったわよ。でも、ゆかのレベルじゃ仕方ないか。お似合いの相手よね。私は焦って妥協なんてしないわ。やっぱりお姉ちゃんと同じぐらいの相手じゃないとね。どうでもいいや。これでまた離れられるし。しかし、お互い実家暮らしで近所のため、時々出会うこともあり。あれ？ゆかじゃない。子供生まれたんだ。やだ、なんかやつれた？生活苦しいんじゃないの？子供なんかいて暮らしていけるの？それとも旦那さんとうまくいってないとか？別に普通にやってるわ。何かと嫌味を言われました。相手にするつもりはないけど、やっぱり気分悪いわ。涼子さんの紹介で結婚か。就職も結婚も涼子さん頼みで当然だと思ってるんだろうな。涼子さんは優しいから妹を放っておけないんだろうけど、望み通りのいい条件の結婚するなんてなんか癪だけど、綾乃が結婚して実家も引っ越せばもう会うこともないだろう。今度こそ綾乃に関わらずに済むんだ。それから間もなく
ゆかちゃん。あ、りょうこさん。お久しぶりです。こちらこそ。綾乃さん、結婚おめでとうございます。ありがとう。今日は引っ越しの準備しに来たの。本当はもっと早く母と同居したかったけど、綾乃が結婚するまでは母も踏ん切りがつかなかったみたいで、やっと結婚が決まって安心したわ。でもあの子、わがままだから、正直紹介するのも気が引けて、うまくやってくれるといいんだけど。ゆかちゃんにもいろいろ迷惑かけてきたんでしょ？仕事でも迷惑かけてしまって、本当にごめんなさいね。いえ、そんな。そうよね。綾乃のことで一番大変なのは、りょうこさんよね。お姉ちゃん、ゆか？綾乃、もう帰ってきたの？お式の打ち合わせでしょ？結婚はやめたわ。あの男、外れなんだもの。だって、新居は買わないで、実家で親と同居するって言うのよ。次男なのに。長男が家建てたから、同居するなら実家も財産も譲るとか言ってるけど、あの家古いし小さいし、大して資産もないのよ。その上、結婚式も旅行も、あまりお金かけたくないとかケチくさいこと言うんだもの。あんな人紹介するなんてひどいわ。もっといい人紹介してよ。綾乃、何言ってるの？わかったわ。結婚は無理強いできないし、仕方ないわね。でも、お母さんは予定通り、うちで同居するわ。あなたは家にお金も入れず、逆にお母さんに小遣いをねだる。お母さんは足腰が弱ってきてるのに、家事も任せっきり。もうあなたとは同居させられないわ。家は残しておくから、後のことは自分で何とかしなさい。そんなの困るわ。私結婚するつもりで仕事も辞めたのに。じゃあ結婚するまで私もお姉ちゃんの家に同居させてよ。お姉ちゃんだけいい男と結婚してずるいわ。それくらいいいでしょ？いい加減にして。私はずっとあなたの面倒を見てきたわ。無理言って就職先も結婚相手も探したし、次第の学費も援助した。あなたは何の努力もしないで高望みばかり。周りに迷惑かけて私の顔も潰した。私は勉強も仕事も努力して今の生活を手に入れたの。あなたのわがままに振り回されるのはもうごめんよ。これからは一切面倒は見ない。仕事も結婚相手も自分で探しなさい。でもお姉ちゃん、待って！お姉ちゃん！その後、涼子さんはお母さんを引き取り、実家には綾乃一人残りました。綾乃はパートを始め、婚活もしているようです。私、これから合コンなの。私、結婚諦めてないから、絶対、いい男捕まえてみせるわ。頑張ってね。やっぱり、彼女は関わりたくない存在で、早く結婚してここからいなくなってくれないかな、なんて願ってしまいます。